中村敬斗選手とは、どんな人？ワールドカップ初戦、オランダ戦。日本が追いかける展開の中で、鮮やかな同点ゴールを決めたのが、中村敬斗選手でした。でもこの動画で見つめたいのは、サッカー解説ではありません。中村敬斗さんとは、どんな人なの？サッカーにあまり詳しくない方にも、ほっこり楽しんでいただけるように、家族との時間、恩師との出会い、そして少し笑える素顔まで、ゆっくり見つめていきます。まずは、楽しくなくなったサッカーを、もう一度好きになった少年時代から、振り返ってみましょう。エピソード1、サッカーが楽しくなくなった少年。中村敬斗選手は、子供の頃から、順風満帆だったように見えるかもしれません。でも実は、小学生の頃、大きな転機がありました。柏レイソル U12 に入った中村少年。周りから見れば、憧れのクラブです。でも、チームの方針やプレースタイルが自分の感覚と合わなくなっていきました。大好きだったサッカーに行きたくなくなる。これは、子供にとってはとても苦しいことです。好きなはずなのに、楽しくない。うまくいかない。自分らしくプレーできない。それでも中村選手は、ただ我慢するのではなく、自分で決めました。一度、元の少年団に戻る。大人から見れば、もったいない選択に見えるかもしれません。でも、その選択が、中村敬斗選手にとっては、サッカーをもう一度好きになる道でした。エピソード2、このままで将来いいの？と言ってくれた人。そんな時期に中村選手を支えてくれた一人が、花島義弘さんというトレーナーでした。家族で通っていた整骨院で、小学1年生の頃から関わりがあった存在。中村選手にとって花島先生は、親には言いにくい不安や不満まで話せる、心を許せる大人だったそうです。花島先生は、サッカーへの気持ちが少し消えかけていた中村少年に声をかけました。このままで将来いいの？そして提案したのが坂道ダッシュでした。最初は数回だけ、2分ほどで終わらせていたそうです。すると先生に、2分で意味ある？と言われてしまう。少し笑ってしまう場面ですが、ここから中村少年は変わっていきます。10本できたら、次は15本。さらに30本。苦しい坂道を少しずつ増やしていく。あの華やかなシュートの裏には、誰も見ていない坂道を走り続けた少年がいました。エピソード3、母と練習。父は仕事後に見守った。中村選手の家族の支えも、とても温かいです。小学生の頃は、母親とマンツーマンで練習していたそうです。そして父親は、仕事から帰ってきた後、ずっと練習を見てくれていました。中学、高校になってからも、駅まで送ってくれたり、河川敷のトレーニングへ連れて行ってくれたりしたそうです。派手なエピソードではありません。でも、子供が夢に向かうとき、本当に必要なのは、こういう毎日の積み重ねなのかもしれません。母が一緒にボールを蹴る。父が仕事帰りに見守る。送迎する。待つ。続ける。中村選手は、17歳でプロになり、初めて一人で生活するようになってから、親に支えてもらったありがたみを実感したと語っています。ゴールの瞬間、そこに映っているのは中村選手一人です。でも本当は、その後ろに家族の時間が積み重なっているのです。エピソード4、毎日ノートに書いた自己ベスト。中村選手が大切にしている言葉があります。常に自己ベスト。試合に出られないとき、ふてくされるのではなく、今の自分なら何ができるかを考える。何が足りないのかを自己分析する。小学生の頃から自主練のメニューも自分で考えていました。リフティングが10回できたら20回へ。フェイントができたら次の技へ。できたことにチェックを入れ、次の日にやることを考える。その相談相手は母親と花島先生でした。ここが中村選手らしいところです。
誰かに言われたからやるのではない。自分で決める。自分で書く。自分で増やす。股抜きシュートは、ひらめきのように見えます。でも、そのひらめきを生むために、何年も前から、今日は何ができたかを積み重ねてきたのです。エピソード5、もう一つの家族、三菱洋和。中村選手にとって、三菱洋和 SC での時間も大きな意味を持っています。本人は、その環境をとてもアットホームだったと振り返っています。練習が終わっても、仲間たちとグラウンドの隅に残って、1対1やシュート練習を続ける。納得いくまで練習して、みんなでお弁当を食べて帰る。なんとも青春らしい、ほっこりした光景です。三菱洋和には、自分がやりたいことをやっていいよという空気があり、選手の自主性を大切にしていたそうです。練習場には、天真爛漫という横断幕もありました。中村選手は、今でも連絡を取っていて、三菱洋和をもう一つの家族のように感じていると言います。一度サッカーが楽しくなくなった少年が、もう一度仲間と笑いながら練習できる場所に出会った。この時間があったからこそ、今の中村圭斗があるのかもしれません。エピソード6、緊張するけど、自分から話しかける。中村選手には、少し意外な一面もあります。海外でプレーし、堂々とゴールを決める姿を見ると、メンタルがとても強い人に見えます。でも本人は、新しい環境に入るときは、毎回緊張すると話しています。それでも、自分から話しかけることが大事だと学んできました。知らない場所に入るとき、相手から来てくれるのを待つだけでは、なかなか輪には入れません。だから自分から一歩出る。そして試合で結果を残す。これは、サッカーだけではなく、人生にも通じる話です。新しい職場、新しい学校、新しい地域。年齢を重ねても、人は新しい環境で緊張します。中村選手も同じです。だからこそ、その一歩に勇気があるのです。エピソード7、ドッキリに引っかかる。お茶目な素顔。ピッチでは鋭いシュートを決める中村選手ですが、素顔にはとても可愛らしい一面もあります。所属クラブのハロウィン企画で、チームメイトからドッキリを仕掛けられたことがありました。驚いたリアクションが話題になり、ファンからは、お茶目、可愛いといった声も寄せられました。さらに、謝るスタッフに対して、いいよ、面白かったと笑って受け止めたそうです。大舞台でゴールを決める人にも、驚いて笑う普通の表情がある。いじられても、笑って返せる柔らかさがある。中村圭斗選手の魅力は、かっこいいだけではありません。少し天然で、でも芯が強くて、周りの人に愛される人なのです。終わりに、ワールドカップのオランダ戦で決めた中村圭斗選手の鮮やかな同点弾。でも、その裏側には、サッカーが楽しくなくなった少年の日、坂道を走り続けた日、母と練習した日、父が仕事帰りに見守ってくれた日、ノートに小さな目標を書いた日、仲間と弁当を食べて笑った日がありました。人は、ある日突然、輝くわけではありません。見えない毎日の中で、自分を見失わず、自己ベストを重ねてきた人が、大舞台の一瞬をつかみ取り、光るのです。それは、好きなことをもう一度好きになった少年が、世界の舞台で放った答えだったのかもしれません。オランダ戦で見えた希望と、出られない仲間たちの思いを背負って、森保ジャパンは、さらに前へ進みます。ぜひ次回もご覧ください。この動画は、世界中の日本ファンへ、33言語の字幕付きでお届けしています。コメント欄でも、温かくつながれますように。いいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップでもぜひ、このチャンネルを応援いただけると嬉しいです。この動画が皆さんの心を少しでも温める時間になりますように。サンサンタイムズでした。ここからは質問タイムとします。中村圭斗選手に
尋ねてみたいことがあればこの場で質問しましょ僕も、スポーツやってるんですけど、日本代表っていうか世界と戦ってるっていうか戦ってると思うんですけど、そういう時ってすごいどういう気持ちでやってるんですかね。気になります。お願いします。そうですね。海外はやっぱ、大きい、体の大きい選手も多いし、自分が思ってる以上に、結構戦うの大変だと思うんですけど、だから気持ちの部分でやっぱ負けないっていうところは大事だと思ってて、やっぱ自分、想像以上にやっぱ先に先入観的なので、相手はすごいと思っちゃうのよくないと思うから、まず自分で自信持って取り組むっていうのが大事なのかなと思います。はい、ありがとうございました。僕もサッカーやっているんですけど、今まで対戦した選手の中で一番やりづらかった選手は誰ですか？多分知らない、女の子なんか多分知らないと思うんだけど、パリ・サンジェルマンのハキミっていう、選手は、マッチアップするんだけど、全然なかなか何もできなかったなっていう印象があります。はい、ありがとうございました。僕もサッカーやってるんで頑張ります。部長とかやっていて苦しいこととかいっぱいあるんですけど、自分が苦しいこととかあったりしたらどのようにして乗り越えていますか？自分試合出れない時期とかあって、結構苦しい時期過ごした時もあったけど、やっぱり一番なのは投げ合いにならないで、腐らずに真剣に向き合うっていうのがやっぱ大事なのかなと思ってて、もちろんリラックスしたりとか違うことで息抜きするっていうのも大事だけど、やっぱ根本はそれと真剣に向き合っていくっていうのが大事かなと思います。はい、ありがとうございます。サッカー以外に好きなスポーツって何ですか？何ですか？好きなスポーツか、なんだろうな。なんかやったことないけどバスケットとかちょっとやってみたいなと思う。ありがとうございました。